ここで右トリガーを引くと、なかなかの速さです。プリミティアプレイヤーエールです。今回は高速飛行機を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、新型のプロペラを使って高速で飛ばしてみようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは推進用の二重反転プロペラを動かすモーターを組み立てましょう。プロペラの間を広く取るためにモーターと軸が左右に分かれるようにしました。こちらを操縦席の上の高い場所に古代の合金の棒で固定しましょう。操縦席を挟む形でプロペラを取り付ける予定です。ここからが肝心のプロペラ作りです。高速で進む高性能なプロペラにするために45度くらいの角度をつけた大きな軽量プラスチックの板を設計図機能を使ってたくさん貼り付けていきます。結局80枚の板を重ねた羽を2枚使った迫力のあるプロペラになりました。こちらをモーター側に取り付けたら軸側のプロペラも作りましょう。前回のように角度を間違えないようにしっかり確認しながら合計160枚の板を使ったプロペラになりました。こちらを取り付ければ全部で320枚の板を使った強力な二重反転プロペラになります。こちらを4本のバッテリーで動かすと回転数は 22rpm でした。空気抵抗が高すぎるのか回転が遅いですね。バッテリーを8本に増やしても回転数は 29rpm とまだまだ低いままでした。とりあえず地面との固定を解除すると少し進んで前に倒れてしまいました。角度の調整が必要ですね。進行方向に対して上を向くように滑走用のタイヤをつけましょう。これならどうでしょうか。なるほど。崖まで進んだ後、空中も滑空してくれています。でもパワー不足なのか、すぐに地面に落ちてしまいました。バッテリーを4本から8本に増やしてみるとどうでしょうか。プロペラの力だけでしっかり前に飛んでくれました。私が乗っても飛べるようにもっとバッテリーを増やしましょう。操縦席の横に10本ずつ合計20本のバッテリーをつけてトリガースイッチで動かせるようにしました。固定状態だと回転数は 45rpm ですが飛べばもっと回ってくれるはずです。私が乗った状態でプロペラを回すと前に進んでいって地面に突っ込んでしまいました。重心が前に傾きすぎているみたいなのでバッテリーの配置を後ろにすることで重心を後ろに動かします。これならどうでしょうか。早速トリガーを引くと力強く進んで離陸してくれました。でも今度は上に向きすぎですし左右にぐらぐら傾いています。私の視点にして速度と回転数を見てみると速度は秒速16メートルほど回転数は約 30rpm くらいでした。二重反転プロペラは片方のプロペラが 240rpm くらいまで回るはずなのでもっとパワーアップできそうです。そこでバッテリーをさらに10本追加して操縦席の前の残量確認用のバッテリーと合わせて31本にしました。さらに前方に斜めにした翼を追加して揺れを防止してみます。この状態で乗ってみると地面の上で変な動きをしながら離陸してくれました。さっきよりも安定している気がしますがやはり左右の揺れがありますね。そして
なぜか左に旋回する癖があります。速度もまだ速くできそうなので、さらに改良しましょう。前方の翼を外して、上に垂直尾翼をつけました。垂直尾翼のおかげで、左右の揺れは収まってきた気がします。そして、速度と回転数を見ると、速度は秒速18メートルほど、回転数は 180rpm くらいと、まだ余裕がありますし、左に行きたがる癖も収まっていません。さらにバッテリーを10分増やして、合計41本にしたら、垂直尾翼を後ろにつけて、直進安定性を上げましょう。さらに重心も少し前に動かします。左のトリガーには水晶をつけて、低速で省エネ飛行ができるようにしているので、安全に離陸するのにも使えます。フルパワーの右トリガーで離陸すると、前に積んのめって壊れるからですね。パワーが増したおかげで、速度も速くなりました。だいたい秒速20メートルくらいです。さらに速くするために、コンデンサを追加してみましょう。5つのコンデンサだと、一瞬で消費されてしまいますね。かといって大量のコンデンサを使うのは、甘くなりすぎるので、トリガーとの間に水晶を接続して、観測的に電気が流れるようにしました。潜水艦のスクリューと比べると、勢いで回りやすいので、かなり速くプロペラが回っています。コンデンサの容量も徐々に減っていってますね。さらにコンデンサを3つ増やすと、コンデンサが空になるまでの時間が長くなってくれました。そして、その時の回転数は、乱れていますが、100rpm くらい出ています。試しに水晶を外してみると、安定していますが、66rpm になります。飛んでいる状態なら、向かい風で空回りしやすくなるので、コンデンサと水晶を使って、断続的に電気を流した方が速そうです。さらに安定させるために、尾翼を大きくしたら、もう一度乗ってみると、ゆっくり電気を流す左トリガーでも、いい感じに飛べています。しばらく飛んで、右トリガーに切り替えると、速度も速くなりました。でも、機体が傾くせいか、操縦席から私の体がはみ出てしまいます。そのせいで、操縦が難しくなるので、私の頭の上にゴムの板をつけて、はみ出しを防止しましょう。よし、これならさっきより安定して、飛び続けることができています。でも、高速飛行状態だと、上に向きやすくなってしまうので、うまくトリガーを引いて、傾きを調整して飛びましょう。これ以上安定させることは難しそうなので、これで完成ということにしておきます。ではここでカメラを固定して、旋回性能を見てみましょう。強力な垂直尾翼がついているせいか、旋回はかなり難しいです。でも、プロペラの回転をオフにして、速度を下げることで、なんとか U ターンして、戻ってくることができました。カメラの近くに来たので、ここで右トリガーを引くと、なかなかの速さです。翼のない独特な見た目も、面白いですね。そして、パワーがあるおかげで、かなりの高度まで飛行できるので、空中遺跡にも余裕で着地できました。でも、風の影響を強く受けるので、風に吹かれて、はみ出してしまいました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。左トリガーを引いて、低速飛行で安全に離陸したら、絶望的な見晴らしの中、周囲の安全を確認して、右トリガーの高速飛行モードにしましょう。飛行速度は風の影響を受けやすいですが、だいたい秒速21メートルくらいの最高速が出ます。水晶で断続的に電気を流しているので、音がうるさい
同時に引くことでも高速で飛べますが、さらに音がうるさくなります。そのまましばらく飛ぶと、おっと、いきなり壊れることがあるのは注意です。それでは最後は高速飛行機に乗って行けるところまで行ってみましょう。低速モードと高速モードをうまく切り替えながら、なるだけまっすぐ進んでいこうとしていますが、風の方向や機体がぶれるせいで、どこに向かっているのかわからなくなってきました。そしてここでバッテリーが切れました。大きなプロペラは、その空気抵抗で、翼の役目も果たしているので、ゆっくり降下できます。時間をかけて着地したところで、ドローンに襲われてしまいます。草じゃないので燃えなくて助かりました。それでは、高速で空を飛びすぎて、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた高速飛行機さんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー